はい、どうもこんにちは。シンクラ工房です。今回はこちら RG ストライクフリーダム作っていきたいと思います。まずはフレームから作っていきます。ストライクフリーダムといえばゴールドフレーム。しかしこちらどう見ても黄色いんですよね。ちょっとキラキラ感はあるんですけど、これも全部ゴールドに塗り替えていきたいと思います。で、今回のコンセプトは MGEX みたいな感じということで、ゴールドを何色か使って塗り分けていきたいなと思います。バックパックの羽の部分だけ金メッキされているので、そこだけはそのまま使わせていただきたいと思います。素材も ABS 樹脂なので塗装する際も要注意ですね。その辺も今回は紹介していきます。ではランナーから部品を切り出していきたいと思います。続いてゲート処理を行います。少し残ったゲートをニッパーで切り出して、ガラスヤスリに水をつけて削っていきます。こちらの番手はだいたい1000番ぐらいのものを使用しております。ゲート処理が終わったら次に塗装に入るんですが、 ABS 樹脂をラッカー塗料で塗装してしまうとクラックが入って割れてしまう恐れがあります。特にアドバンスドジョイントは細かいんでね、その可能性が高くなってしまうので、水性塗料なら安心なんですが、水性塗料はラッカー塗料を上に乗せられないので、今回は水性のアクリジョンというものを使用してみました。水性にもかかわらずラッカー塗料にも溶けないというものになっております。ここからはいつも通りラッカー塗料で塗装していきます。まず足関節の部分なんですけど、こちらはスターブライトブラス、僕が一番好きなゴールドですね。これで塗装していきます。だいぶいい感じのキラキラゴールドになりました。次に胴体部分の塗装です。こちらはスターブライトゴールドで塗装していきます。右が先ほどのブラスなんですけど、同じゴールドでも結構色の違い出ますね。続いてパールカッパーで塗装していきます。カッパーってゴールドじゃなくて銅なんですよね。でもMGEX のストフリでも使用されているので、ここは良しとします。なかなか渋いいい色合いじゃないでしょうか。フレームの塗装が完了しました。3色の色を使って塗り分けたんで、だいぶいい感じになったんじゃないでしょうか。続いて組み立てに入ります。リアルグレードは144分の1サイズなので、部品が細かい上にジョイントが細いんで、破損させないようにだけ気をつけて組んでいきます。次にバックパックの組み立てです。フレームだけだとこちら固定できないんで、一部外装を使わせていただいてます。で、ちょっとバックパックの背中の部分つけるのに苦戦していたら、リアスカートの固定の部分ちょっとポロリしちゃいました。結構ショックですね。はい。で、こちらバックパックをつけて完成はこんな感じです。いかがでしょうか。塗り分けしたんでだいぶいい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。神々しいですよね。だけどちょっとね、あまり見せる用のフレームじゃないんで MGEX と比べてしまうとちょっとチャッチー感じしますね。ということで外装の方に力を入れていきたいと思います。それではドラグーンから塗装していきます。こちら GX メタルブルーで塗っていきます。キラキラしててとってもいい感じのブルーです。乾燥させたらメタリックの粒子が多かったのか、ちょっと白っぽくなったので、今度はディープクリアブルーを重ねていきます。こちら塗ってる最中に気づいたんですけど、キャンディー塗装みたいな色合いになるんですよね。これは新たな扉を開いてしまったんじゃないでしょうか。次に赤い部品の塗装です。こちらはレッドにスターブライトシルバーを少量混ぜて塗装しています。っていうのもね、僕メタルレッド持ってなかったんですよね。買いに行くのもめんどくさかったんで、じゃあ作っちゃえということで今回それでやってみました。綺麗なメタルレッドに仕上がってます。で、統一感を出すためにその上に
ディープクリアレッドを重ねていきます。これはね、なぜか偶然持ってたんですね。先ほどのドラグーンと同じような感じで、いい感じのキャンディーレッドっぽくなりました。これもさっきのメタリックレッドの状態と比べるといい感じのキャンディーレッドっぽくなってます。すごいテカテカで綺麗なんですよ。次に黒系の部品は GX メタルブラックで塗装していきます。でね、今回からこちら塗装ブース自作したものを導入したので、作業効率がだいぶ良くなりました。やっぱね、室内で塗装できるっていいですね。はい、こんな感じでキラキラになりました。次に先ほどからやってるのと統一感を出すためにクリアブラックを吹き付けていきます。次に白い部分はクールホワイトにダイヤモンドシルバーを少量混ぜて塗っていきます。これでパール感が出てかっこいいんじゃないかと思って試しにやったんですけど、やっぱ画像だと伝わんないですね。光の加減でなんとなくわかるかなと思います。先ほどまでの状態だとちょっと物足りなかったので、今度はサファイアブルーを上に吹いてみました。これもね、塗ってると青みがかっててすげえなと思ってるんですけど、画像で見ると全然伝わらないですね。不思議なもんだ。光の加減でわかるかな？いや、全然わからないということで違う画像を用意しました。光の反射で青みがかってるところが結構かっこいいんじゃないでしょうか。続いてグレー系の部品はニュートラルグレー1をベースにニュートラルグレー5を少量、ダイヤモンドシルバーも少量混ぜて塗っています。単体で見ると完全に白ですね。わからない。次にエナメル塗料を使って筆塗りをしていきます。こちらがチタンゴールドという色なんですけど、これもなかなかね、薄めのゴールドでいい色してます。こういうなんかちょっとへこんでる部分にゴールド入れていくと、ストフリのゴールドフレーム露出してるみたいでなかなかかっこいいんじゃないでしょうか。それでは組み立てに入っていきます。テカテカでいい感じですね。ドラグーンの中のゴールドパーツを組んでサンドイッチします。はい、このブルーからゴールドが露出してるのかっこいいですね。次にドラグーンを収容するための羽を作っていきます。こちらの部品、メッキの部品なんですけど、だいぶ細い上に長い。しかも部品がいっぱい稼働するんで、折れないように注意します。はめ込みもね、ほんとこれでいいのかなって。結構難儀しながらやっていました。でもね、組み立て完成するとやっぱいい感じなんですよね。さすがストフリのウィングはかっこいい。次に本体のドッキングに入ります。実はフレームの前掛けを固定する部分、そっちも折れちゃって前後折れちゃった状態ですね。アドバンスドジョイントやっぱ怖い。そんなこんなでパニックを起こしたまま修繕していたら、走行を組み立ててる動画撮り忘れちゃったんで、いきなりこのドッキングに入ってるわけですが、ちょっとトラウマ抱えてて怖いですね。いつ折れるんだろう。動きが結構滑らかなんで大丈夫かなとは思うんですけど、稼働ギミックがやっぱ多いんでね、皆様破損させないようにだけ注意して遊んでください。ワセリン塗っちゃうのも一つの手かななんて思うんですけど。はい。で、リアウィングをつけて完成です。はい、どうでしょうか。今回は、なんて言うんだろう。パールキャンディーっていうのかな。テッカテカな感じで仕上げてみました。でね、今回から回転台も導入してみたんですね。今までみっともなく手で回してたんですけど。いやー、素敵。はい、それではポージングをしていきたいと思います。まずはリアウィングを広げて天空の翼エフェクトキットつけてみました。これだけでもだいぶいい感じに見えますね。続いてドラグーンを展開しようとしているところ。
斜め前からのアップもなかなかイケメンですね。エフェクト展開時の正面から、そしてドラグーン射出、生活感出ちゃいました。上からの画像と、こちらがライフルを構えてる画像になります。今回ね、ほんと破損が怖くてあまり動かせませんでした。いつもかっこいいポーズ意識してるんですけど、申し訳なかったです。RG ストライクフリーダムかっこいいと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。他の動画や次回の動画もぜひご覧ください。